空が青いなあ。はい、おはようございます。今日は2月27日金曜日でございます。はい、今日は少し暖かいかな。はい、天気はね曇っておるんですが、はい、今日は暖かいでございます。はい、またね、春に向けて、三寒四温でね、暖かい日が続いて、はい、でまたたまに寒くなると、そういう状況でだんだんね、暖かくなっていくような感じがいたします。ですのでね、そろそろ梅の花が咲き、桜の花が早い桜ね、しだれ桜でしたっけねが咲き、はい、またね、だんだん植物もですね花を咲かしていくと。うちのねフッツラボのね、白菜がですねだんだん菜の花っていうんですかね、花が咲き始めましてですね、はい、結局結球せずに大きくならずに花が咲いてしまったと。途中で切って食べればよかったんだけど、菜の花が咲いてきちゃいました。はい、菜の花もね茹でて食べれますんでね。はい、ということで、今日は切ってね、茹でて菜の花食べようかなと思っております。はい、ということで、本日もよろしくお願いします。ありがとうございます。ゲッツ。はい、それでは毎朝のモーニングルーティーンでございます。写真撮っていきたいと思います。こちら写真撮っていきたいと思います。はい、それではさっき撮った写真をメルカリにアップしていきたいと思います。はい、じゃあね、今日はねこちらのね草原駅エコーっていうのかな、エコー EGT206、よく見るね草刈り機なんですが、症状としてはエンジンはかかるんですけど、アクセル目いっぱい、引くとですねボボッとエンジンが落ちてしまうということですね。ちょっと今ねキャブは外して、大丈夫そうなんですよね。はい、ダイヤフラムも大丈夫そう、燃料もいってそうなので、ちょっとマフラーの抜けが悪いのかなと思ってマフラーをちょっとね分解していきたいと思います。ということで外していきます。マフラーっつったってね大したこうじゃないしね、別に大丈夫だと思うんだけどね。こんにちは。赤いランプが全然時は撮ってる時ですからダメです。化粧し直してください。化粧しても治んない。治んない。ありがとうございます。はい。それとこれ、で、こっちのそうね。いいです。ありがとうございます。ありがとうございます。いいですか？はい。これさ便利ですよね。チャーハンにも使えるし、ラーメンにも使えるし、チャーシュー丼みたいな感じでも使えるしね。ドローン。はい、ということでね、あれここどこ？あれ違
違うところに来てしまいました。はい、ここはどこだ？南父ということでね、今日はですね午後から、以前ですね、クヌギの木、しいたけ栽培をするためにクヌギでいいのかな、コナラわかんねえよの木が、切ってっていいよということで、言われまして、切りに来たんですけど、チェーンソーが調子悪くてですね、切り倒せなかったということで、今日はねちょっとなんか春になっちゃうとこの木っていうのは良くないらしいんですよ。良くないっていうか、芽が出て葉が出ちゃうと栄養がそっちに逃げちゃうらしくて、しいたけ栽培とかには良くないらしいんですよ。はい、ですので、春く暖かくなる前にね、はい、ちょっと切って、で、今日ちょっと1本なんですけど、こちらのね木なんですけど、はい、切って、輪切りっていうんですかねにして、しいたけ菌を埋め込んで、はい、そしてねしいたけ栽培をやっていきたいと思います。ということで今日はこちらを切っていきたいと思います。よろしくお願いします。人血。はい、じゃあね、こちらの木をね切っていきたいと思います。ちょっと断崖絶壁斜面なんですけど、とりあえずね、よっこいセット、よっこいしょ、よっこいしょっと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 、よいしょよいしょよいしょ。はい、こんな感じでね、はい、断崖絶壁でございますよ。お、なんかいた、はい、この木をね切ったわけでございますが、前回ねここ追い口を切ったんですけど、なんかいる、受け口を切ったんですけど、追い口切ってで倒していきたいと思います。ということで、車危ねえかな、もうちょっと前にそっかな。はい、じゃあねエンジンかけていきますよ。オンにして、はい、行きます。かかった。あれでどういうこと？あれ、倒れちゃったってことで倒れました。はい、倒れちゃったんで、じゃあ枝を落としていきますね。またかかんなくなっちゃった。ということでね、今日は、木をね切りに、行ってまいりました。はい。でね、まあね倒すのはねそんな大したことなかったんですよ。でもやはりねその倒してから玉切りっていうんですかね、はい、枝を落として、短い寸法で切っていくと。で、最後ですねこの枝をですね、土手上に
乗せなきゃいけなかったもんですから、ロープで引っ張ってたわけですね。はい。当然ね、一人でね、この急斜面ね、持って歩くのはね、ちょっと困難なもんですから、こうやってね、ロープをまず、下にこけましたね、今ね。下ろしまして、そこに枝をですね、ロープで結びまして、そしてね、引っ張っていくわけでございます。はい。はい。ということでね、上にまた登っていきまして、引っ張っていきます。はい。まるでね、綱引きのようにね、はい、引っ張り上げまして、そして上でほどいてですね、はい、上げていくと。そういう感じでね、やっていくわけでございますが、なぜかですね、私はですね、これ引っ張っててね、思い出したというか、小学校ぐらいの時を思い出したんですよ。で、なぜかね、小学校の、みんなね、同い年で入学して、そして、やっていくわけでございますが、中にはね、非常に、運動神経が優れていたり、勉強ができたり、非常にね、同じに始めたと思っておったんですが、すごく、あらゆる分野で優秀な人間っていうのは必ずいたわけでございます。はい。でね、やっぱり優秀な人っていうのは、いるんだなと、思っておったわけでございますが、今日ね、木を切って、ロープで引っ張っててね、なぜか思い出してしまいました。多分ね、綱引きとかもね、強い子とかいたんですよ。いわゆる力が強いとかね、あと運動神経がいいとか。やっぱりね、小学校入学する前とか、小学校、入る前から、こういう作業をね、していた人っていうのは、やはりね、筋肉もつきますし、経験してますんで、人より秀でて、やる能力があると、そういうことなんじゃないかななんて、すいません、くだらないで申し訳ございませんが。はい、ということでね、本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。はい、ちょっとね、舐めてました。はい。細い木一本だろうと、ちょいだろうと思ってたらですね、結構でかい。それと、結構重い。はい。で、チェーンソーで切るのも大変。はい。ということでね、今日ね、ちょっと、とりあえず、道路にね、枝が出てると通行止めになっちゃうんで、この部分ちょっと残しで、はい、今日はちょっと終わりとなります。はい。また次回ね、やりたいと思います。はい。こちらがね、今日切った分なんですけど、はい。こんな細いんだけどね、もういっぱいでございます。はい。ということで、はい、次回またちょっとやっつけたいと思います。はい。ということで、ご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンお願いします。ということで以上になります。ありがとうございました。いやー、疲れた。